吉永さん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、今日は吉永さん、朝から一日ですね。早く6時半ぐらいから来て朝4時起きとか言って大変ですね、吉川さん。いや、朝礼のやってるのをちょっと撮影したかったもんですが、ああ、そうですか。いつも大体あんな感じスタートするの。そうですね。で、やっぱ朝礼って一応ミーティングなんですけど、安全確認とかそういうのが一番大事で、それぞれ今日も一人ずつの二部の方も言われてたと思うんですけど、その自分がどういう感じでその安全に気をつけないかんかっていうのをこう一人一人言うのが一番の目的なんです。安全確認ってことですね。そうですね。はいやっぱ山仕事する人は地下足袋履きますわ。はい。はいはい。これやっぱ違うんですかね。違います。やっぱこう二股になってるんですけど、その力が入り具合が違うから、山に歩き歩いのと、それとこれ裏側にこうスパイクがあるんですよ。スパイク。はい。スパイクじゃないですか。はい、これでその雨もそうだし、木の上も歩くし、そうやってこうスパイクで滑らないっていうのがだいぶこう役に立ってますよね。昔はなかったんですけど、どうだろうかね、何年前ぐらい、20年ぐらい前からかな、スパイク地下旅っていうのがあって、ほとんどみんな履いてるじゃないですかね。なんか足取り軽いっすよね。軽いですかね。いや、そうでもないもう60代やからやっとかっと歩けるって言うけどちょうどバッキーに来てるんですよね。昔拡大造林って言って、昔国が推奨したのを宮崎県が引用して、早めにその大規模な造林っていうのを計画して推奨してで始めたのが今、40年から60年代になって、その木を伐採する時期に来てるんですよね。で前回その話した杉生産量が、宮崎県日本一っていうのは、浦岡エスがそうやってちゃんとそういう造林があったからこそ今そういうことができるし、宮崎はそれと成長が早いんですよね、杉の成長が。だからそれもうまく掛け合って、そういう杉生産日本一っていうことになってるんじゃないですかね。その植えた時期から計算してちょうど今切る時期ってことですね。はい、バッキが来てるっていう。吉野さんは大忙しとそういうこともないんですけど、杉の年齢もそういう時期に来てるっていうですかね。さあ吉野さん、今日私お手紙を持ってきたんですけど、大事なところだけ読んでみたいと思います。千葉県の篠田さんって方です。で前半はその松浦さんの花のことがこう書かれているんですけども、今回お手紙を差し上げたのは偶然くるから村を見ていた時に株式会社吉永林業さんが出演されていて、杉板のとても素敵なのが紹介されていて、もし購入することができるのならぜひ購入してコチョウランとピラルディを板付けしたいと思いました。春には植え替えになる鉢たちもあるので、その時に、YouTube で見た杉板で板付けしてあげたいのです。購入可能ならば連絡していただけますか。よろしくお願いいたします。読んでいただいて。ありがたいですね。もう1回ぐらい、2回ぐらいですよね。ちょっと見せてだけなんですけど、焼き板でやっちゃうんじゃね。小さい。さあ今手紙を読んでいただいて写真も見ていただいたんですけど、吉永さんが言ったように、山と人を結びたいと。ですね。早速つながってきてますけどありがたいですね。そういう方ね。自分たちはただこう
山で仕事してただけなんですけど、まあ、木工がそういうことにつながればと思って始めたんですけど、まあなんかすごいなって、ありがたいなっていう実感がありますね。まあ、ぜひまだ売る段階までは行ってないんですけど、いろいろとまた話し合いながら、まあ、そのあたりも積極的に進めていかんといかんかなと思います。待ってる方がいらっしゃいますよ。吉永さん、よろしくお願いします。わかりまし前回撮影した時に、は吉永さんが、木は割れるもんだと。た。はいはいはいで、まあ、時間が経つと経年劣化で腐ったりすると。はいはいそして土に帰るんですよっていう。はいはいこの木を切り倒した後に、この水分がこうだんだん抜けて乾燥していきますわ。はいはい。あれでこう割れたりするんですかね。そうですね。やっぱまあ、自然の状況だとやっぱまあ倒れますよね。枯れたり風で倒れたりしますよね。はいはいはい。でそれが土に行って、まあ、水分があったりとかすればそれがだんだん腐っていく、まあ、その過程で、まあ、皮が剥げたりとかする。だからやっぱそういうなんですか、そういう化学物質で作ってるわけじゃないから、だからやっぱそういう循環をしていくっていうことが割れないようにとかいろいろ自分で考えたりもしたんですけど、そうじゃなくてやっぱ自然の状態の中でもう、まあ、板も割れていく、そういう性質の中で、だからそれを別に止めるのではなくて、それも一緒に分かってもらえるよっていうやり方の方がやっぱ本当じゃないのかな、自然じゃないのかなと思ってるんですよ。だからまあ極力割れないようにはしてるんですけど、まあ、割れるのはもう当然って考えてもらって、まあ、それがいずれ自然に返っていく、そういう原理だっていうのを分かってもらえれば、まあ、こっちもありがたいなと思ってるんですよね。まあ、だから吉永さんがこれから作る、まあ、これまで作ってきたその木を素材にした木工は、そうやって割れたり乾燥したりっていうのは当たり前ですよと、自然のことなんですよってことですね。そうですね。そうやって思ってもらえれば、まあ、だからそれが自然の原理だから、そういうことも知って一緒に生活していくっていうか、俺たちも木の世話になって、でまたこれを切った後には植え付けを地ごしらえっていうか、まあ、場所を整えて木をまた植えてっていう感じでやっていくんですけど、やっぱそういうのがずっと、まあ、この木だったら60年か50年サイクルでぐるぐる繰り返しながらやっていけるっていう、そういう循環しながらやっていくっていうことが、まあ、長いサイクルなんですけど、だけどやっぱそれをやりながら、まあ、ここにいる人たちも生活できるし、まあ、そういう製品も届けられるしっていうことで、まあ、成り立ってるっていうことを知ってもらえるのが一番ありがたいかなと思います。だから循環している途中ですよね。例えば乾燥したりとか割れてひびが入ったりっていうのは、その途中なんですよと、でぐる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 回ってるんですよってことを理解していただきたい。はいはい。だから SDGs じゃないけど SDGs ですね。循環型とかも最近いろいろそういう時代ですから、それがまあいろんなところで働きながら、まあ、木はそういうサイクルでとかやって、まあ、そこに動物たちもいるし、植物たちも菌もいるし、まあ、そういうのが育ちながら一緒にっていうことで、決して無駄ではない、割れることに対してもそれは当然のことで、それもやっぱまた他の生き物たちがそれを糧にして生きていくっていうことですから、そうですよね。はいはい、決して割れるっていうことは悪いことではないと思っているんですけど、まあ、自然の状態と、はいはい、それが当然っていうか、まあプラスチックの時代とか鉄の時代になって割れないことがっていうことが本当みたいに思えている方もだいぶいると思うんですけど、そういうことがあるからこそ自然は循環していけるんだって、そういうものがあるからこそ循環していけるんだっていうことを分かってもらうのは
いいじゃないですかね、木を使ってもらうっていう、そうですね。まあそれで自然を感じていただくと。そう一緒に生きてるって自然と、いいことだね。なんか吉永さんこの間言ったようになんだっけトーチはこう触ってくださいって言ってるっていう話しましたよね。トーチはもうまあできるだけ自分の木工のポリシーとしてはその木をそのまま使って製材するともう四角とか角張ったものしか見てないとは思うんですけど、板とかじゃなくてその木はもともとは丸いですよね。そういうものをできるだけその形を変えないように、そして人が触ってこうあったかいっていうのを知ってもらえるようなものができれば一番いいかなと思ってるんですから、どうかわからないけど、俺はそういう思いであまりこう形を変えずにこう今度の板付けもそうなんですけど、こう丸みをそのまま残してそれをこう板状に切ってっていう感じでやってるんですけど、そこあたりでこう木ってこういう感じやつよこないとか、この辺りはこう節があるとかなとか、この辺りはちょっと割れたり、この辺りはちょっとこう腐った状態のとこもあるんだなとかって、それで木は一つずつも全部こう年輪がこう入ってるから顔が全部違うんですね、一つ一つ。だからそういうのも分かってもらえれば、自然ってすごいよなとか、資源ってすごいそういう感じなんだなって、一本一本違うんだな、一枚一枚違うんだなっていうことを分かってもらえればまたいいんじゃないかなと思ってるんです。この間ちょっと作業を見させてもらったんですけど、あれこう吉永さんが磨いた後ってめっちゃ綺麗ですよね。そう木目がこう浮き立ってきてですね。そうやって特徴を生かしながらあるものをそうやってこう生かしながらできる、それが分かってもらえればまたいいかなと思って、自分なりにやってるだけなんですけどその思いをぜひ形にして皆さんに届くように作っていただくと、楽しみにしてます。はい、わかりました。木工に行きましょうか。行きましょう。木工に行ってちょっと。じゃあここで一旦切りましょうか。はいはい。吉永さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。